徳川家康の名言から学べ。家康はいかにして戦国時代を勝ち抜いたのか。1570年、織田信長と同盟関係にあった徳川家康は、岡崎城から遠江国の浜松へ移り、浜松城を築いて、これを本城とした。1572年、当時勢力を拡大しつつあった甲斐の武田信玄は、京に上洛するため、西条作戦を開始。10月3日、武田軍は兵を2つの隊に分けて、家康の領国、遠江国、三河国への同時侵攻を開始した。殿。武田軍が信濃方面より我が領国へ迫っています。マジかー。早くね？この間まで諏訪にいなかった？信玄。いや、早いよ。今どの辺？武田本隊が二俣城に向かってる？長篠城どうなったの？落ちたの？もう落ちたの？長篠城。これマジで早いよ。ちょっとさ、もう、信長に応援要請してくれる？信長、呼び捨てしたとか言わないでね。信長さんね。信長さんに応援要請ちょっと出して。書状とかだと時間かかるから、のろしかなんかあげて。のろし代ない？じゃあ、伝令かなんかで走らせてよ。うわぁ、でも嫌だなぁ。武田信玄。見たことある？顔。怖えんだよ。なんか、入道みたいな顔してるじゃん。戦いたくないってか、会いたくないよね。怖い。殿。武田軍が信濃方面より我が領国へ迫っています。さっき聞いたよ。何それ。早く準備しろってこと？わかったよ。ちょっと、甲冑取って、甲冑。うわぁ、やだなぁ。行きたくねえなぁ。今行くか。殿。甲冑をお持ちしました。お茶こぼれた。もう、気をつけろよ。武田信玄襲来に備えて準備を整える家康。同盟関係にあった信長に援軍を要請するが、信長は朝倉義景、浅井長政、石山本願寺ら反織田勢力、通称信長包囲網の対応で手一杯となり、援軍を出せなかった。徳川軍はほぼ単独という形で武田軍と戦うこととなる。武田軍の様子を探るために内藤信成、本田忠勝らを偵察隊として使わせるも、武田軍の別動隊と遭遇し、一言坂で敗走する。ようやく信長から佐久間の部守平手博秀率いる援軍が送られてきた頃、別動隊と合流した武田軍本隊が浜松城へ近づきつつあった。家康は当然武田軍の狙いは本城、浜松城であると考え、籠城戦に備えていた。しかし武田軍は浜松城を悠然と素通りして三河国に侵攻するかのように転進した。これを聞いた家康は佐久間の部守らが籠城を進言する中、それを押し切り武田軍を追撃した。そして同日夕刻に味方が原台地に到着するが、そこで見たのは魚鱗の陣を敷き、万全の構えで待ち構えている武田軍。眼前にいるはずのない敵の大軍を見た家康は角翼の陣を取り、両軍の戦闘が開始された。しかし不利な形で戦闘を開始した織田・徳川連合軍は武田軍に撃破され、日没までのわずか2時間ほどの開戦で多くの損害を出し、家康自身も追い詰められ、わずかな共回りのみで浜松城へ逃げ帰った。危なかったなぁ。いや、やばかった、今回。やっぱ佐久間さんたちの言うこと聞いとけばよかったよな。何そのだから言ったじゃんみたいな顔。いや、お前も打って出ようみたいなこと言ってたじゃん。今更その籠城しとけばよかったみたいな顔してるけどさ。お前そういうとこあるよな。まったくさ。殿。味方の兵が全軍引き上げましたので、城門を閉めます。閉める？
わかった。っていうかさ、縄文、閉まんなくね？この間、壊れてたよ。蝶つがいみたいなとこ。言ったじゃん。壊れてるよって。で、直しときますみたいなこと言ってたじゃん。直したの？直してないでしょ？壊れてるって。閉まんねえよ。もういいや。開けとけ。いっそ開けとけよ。開けといていい。っていうか、敵を追ってくんの誰？山形正景？もう絶対開けとけ。いや彼ね、頭いいから。敵ながらあっぱれだよ。強かったでしょ？もう叶わないよ。で頭いいから、門が開いてるでしょ？そうするとさ、怪しいなみたいな感じで多分入ってこないよ。警戒して。開けときな。もういっそ開けとけ。大丈夫、大丈夫。もし本当に入ってきたら言って。また考えるから。いやー、疲れた。ちょっと休むわ。ちょっとしばらく起こさないでね。よろしく。こうして浜松城の門は開け放たれた。家臣は敵を城内に入れたら一巻の終わりだと覚悟したが、当の家康は湯漬けを食べてそのまま眠り込んでいた。やがて武田軍の重臣山形正景が浜松城まで追撃してきた。正景は城門が開いたまま煌々とかがり火が焚かれる浜松城を目にし、これは罠だと思い込み、城内に突入することを躊躇し、そのまま引き上げた。その後、武田軍は徳川領内の各地の城を落とし進軍を進めたが、信玄の発病により長篠城まで引き返し、そのまま退却してしまった。その後、武田信玄が死去し、武田軍の勢いは急激に弱まる。家康はこの機会に乗じて武田領内に攻め込み、武田側に屈していた長篠城を奪回し、さらに高天神城を攻略する。これに対抗し、信玄の後継者である武田勝頼も攻勢に出た。1575年、奪回した長篠城が再び武田軍に包囲される。長篠城からの応援要請を受けた家康は、手勢8000人と織田軍の率いる援軍3万人と共に長篠城救援に出発した。こうして武田軍と織田・徳川連合軍の決戦、長篠の戦いが始まる。戦国最強と言われた武田騎馬隊に対抗すべく、信長側は無防備に近い鉄砲隊を柵、土塁で守り、主力とし武田の騎馬隊を迎え撃つ戦術を取った。一方の武田軍の重臣山形正景、馬場の部春、内藤正秀らは形勢が不利と判断し、武田勝頼に対し撤退を進言したが、勝頼はこれを受け入れなかった。武田軍は覚悟を決め、騎馬隊を中心に織田・徳川軍へ攻撃を開始したが、馬防柵に阻まれ鉄砲に狙い撃ちされてしまう。この結果、武田軍は多くの重臣を含めた約1万名の損害を出し、この戦がきっかけで名門武田家は衰退し、1582年に織田・徳川連合軍による武田両国への本格的侵攻が行われ、武田氏は滅亡した。どうも。武田軍との戦の勝利、お見事でございます。お疲れ様。みんなよくやったよ。でもさ、長篠の戦いすごかったよ。前線にいたけどさ。いや、怖かったね。いや、それは馬防柵とか、土塁があったからね。で、鉄砲隊もしっかりいたし。まあ、こちらが優勢だなってのはあったけどさ。いや、武田軍の山形正景。真っ赤の塊になって、火の玉って言われてる意味がわかるよね。いや、顔じゃなくて、装備だよ、装備が赤なの、全部。赤備えって言うんだよ。それでさ、真っ赤な塊になってさ、迫ってきたね。恐ろしかった。
まあそれを鉄砲で狙い撃つわけなんだけど、まああれは戦じゃないよね。そもそも騎馬隊と鉄砲。まあ、ね、勝ち負けで言えばこちらが勝ったけど、侍としては、武田軍の方が勝ってたんじゃないかな。もったいないよね。あれだけの軍勢を滅ぼしちゃうのは。まあ、信長さんの考えもあるからね。なんとも言えないんだけど。これはちょっと、全部滅ぼしちゃうのは違うなっていうふうに思ってるんだよね。っていうかさ、聞いてる？今、寝てなかった？そう。もう大丈夫。武田家滅亡後、武田家の復興を恐れた信長は残党狩りを行い、ことごとく滅ぼした。一方家康は降伏する旧武田家家臣をかくまったり、自分の家臣に召し抱えたりした。その中には三方ヶ原の戦いで徳川軍を追い詰めた挙句、徳川本陣の馬印を倒し、家康に撤退を余儀なくさせた山形正景の家臣もいた。家康は優秀な敵は滅ぼすよりも味方に組み入れた方が自軍に得があることを知っており、徳川四天王の一人井伊直政の部隊に山形正景の旧家臣団を組み入れた。山形正景の部隊は赤一式の装備を施しており、これが井伊直政の部隊に引き継がれ、井伊の赤備えの元となる。井伊の赤備えはその後の小牧長久手の戦などで大活躍をし、有名となる。この事柄は敵の優れたところを憎むのではなく、敵の良いところを吸収し自分を成長させていくことが大事と教えてくれる。